SD ガンプラキットの制作動画です。塗装パートその3の動画です。1993年発売のキット。超気候神ガンジェネシスを作っています。SD ガンダムバリエーション気候神伝説からのキット。今回は気候神ギガンティスの色分けペイントです。BB 戦士ナンバー121です。素組みで組んだパーツは塗装に向けての下処理としてミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、マットな塗膜を作ってあります。今回は塗装パートその3です。ガンジェネシスのボディを担うギガンティスを色分けしていきます。まずは下地塗装です。使用したのはファレホのモデルカラーホワイトグレーです。マットな塗膜を作ってベースにするという目的なので、水で溶いて薄く色をのせていきます。ホワイトグレーは少しグレーがかった白なので、白ほど強く色を押し上げず、自然な発色になります。隠蔽力が弱い色を塗る場合でも、黒や濃いグレーの下地より明るく発色させやすいです。白の発色を邪魔しない程度に落ち着いた明るい万能下地として使いやすい色です。黒の成型カラーパーツで構成されていたギガンティスのほぼ全てのパーツに全塗装に近い形で色分け部位がありました。ナンバー117エルガイヤーとナンバー121ガンジェネシスは BB 戦士の SD ガンダム外伝シリーズの中でもかなり特徴的です。ナンバー117には GB 戦士仕様のミステリーナイトネオガンダムが付属し、ナンバー121はエルガイヤーを含む気候神たちが合体する超気候神ガンジェネシスを立体化しています。ガンジェネシスは1993年頃に展開された SD ガンダム外伝気候神伝説に登場する6体の気候神が合体して完成する超気候神です。ナイトガンダムの世界に登場する巨大ロボットプラス合体ロボットという位置づけです。ナイトガンダム系の世界観でありながら、ナイトたちが巨大な騎兵に乗り込むという展開が強調され、その流れからさらに複数の気候神が合体するというギミックに発展したのがガンジェネシスです。色分けの1色目赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。頭部、胴体、脚部、そして右腕になるパーツなどに塗装箇所がありました。装飾パーツにも赤で色分けする部分があります。ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを使って薄めながらムラにならないように塗装を重ねました。塗料を薄めながら色の濃さをできるだけ保つための透明なメディウムです。水で薄めるよりも塗料の色の成分を維持しやすいです。筆塗りで塗料の粘度を調整したいときに便利。ウォーハンマーはイギリスのゲームズワークショップが展開するミニチュアを使ったテーブルゲームです。そのウォーハンマーに登場する細かなミニチュアフィギュアを筆塗りで美しく仕上げるための専用塗料として開発されたのがシタデルカラーでした。シタデルカラーは単純に色の種類が多い塗料というだけではなく、ミニチュアを効率よく塗装するための塗装システムとして設計されています。ここから金色のペイントです。ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドです。粘性高く扱いやすい、隠蔽力も強めの金色塗料です。BB 戦士の戦国伝、外伝、三国伝のキットではとにかく多用しているカラーです。こちらも頭部、胴体、装飾パーツなどに。レトリビューターアーマーは少ない塗り重ねでもしっかりとした金色に見えやすいのが魅力です。メタリックカラーが続きます。ゲームカラーのシルバーです。胴体や頭部、ガンジェノサイダーの全面パーツとなる飾りにも広く塗装箇所がありました。銀塗料にはアルミニウムなどの金属顔料が使われています。これらの粒子は光を反射しやすく、塗膜の中で光が下地まで届きにくくなります。そのため黒や濃い色の上に塗っても下地の色が透けにくくなります。ファレホはスペイン発祥のボトル入り水性アクリル塗料です。様々なシリーズを展開していて、筆塗りに適した塗料が豊富なのが大きな特徴です。日本のプラモデルでよく使われる溶剤系塗料とは違って、基本的に水で筆を洗える水性アクリル系なので、匂いが比較的少なく、室内での筆塗りにも使いやすい塗料です。緑です。濃いグリーンのカラー、ゲームカラーのダークグリーンです。ジュピタリアスでも使う塗料。このパートでは主にギガンティスの左腕のパーツです。
ゲームカラーは主にゲーム用ミニチュアやフィギュアの塗装を想定したシリーズです。ミニチュアを筆塗りで効率よく塗装する用途との相性が良く、鮮やかで目を引く色が多いのが特徴です。SD ガンダムやキャラクターフィギュアを塗る場合でも、発色の良い赤、青、黄色などを使いたいときに便利です。紫を使用しました。ゲームカラーのヘクスドライケンです。ファレホでも用いている中では濃い色味の紫です。細かい色分け箇所も増えてきました。ガンジェノサイダーを構成する装飾パーツや胴体、背面に色分け箇所がありました。ゲームカラーは鮮やかでキャラクター映えする色が得意。モデルカラーは落ち着いた色から微妙な色調まで幅広い模型塗装に対応しています。胴体正面には青を入れました。ゲームカラーのマジックブルーです。明るい青の塗料です。モデルカラーのライトグリーン、装飾、発光部に色を入れる箇所はありました。続いて最後の塗料です。ゲームカラーのブラック、腕部の先端、そしてここまでの色分け部分のはみ出し箇所に補色的に使いました。使用した筆は模型塗装用の面相筆1本です。このパートで塗装に要した時間は約70分でした。物語ではエルガイアを中心に複数の機構神が集結して最終的にガンジェネシスへと合体します。塗装後は水性トップコート、艶消しを吹きかけ乾燥させて完成です。色塗り終わったパーツを組み立てます。胴体に脚部のパーツを取り付けました。背中に装飾パーツをジョイントします。右腕、左腕にそれぞれ所定の位置に兜パーツを取り付けます。右腕、左腕と順に胴体パーツに接続しました。これで完成です。フロントビューからリアビューです。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー121超機構神ガンジェネシスのキット塗装パートその3機構神ギガンティスのパーツの塗装をしました。次回に引き続きます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。